します。ごめんなさいね。よいしょ。お願いします。どこの地鶏ですか？名古屋コーチンと高知、青森シャモロック、シャモロックとそれと、天草大王と、天草大王、はい、近江黒鶏近江黒鶏。ああ、はいはいはい。で、まあ、バラしても切れ目を入れて、切れ目入れて、味が出やすいよね、二分割にして二分割にして、これもみじね、足がついてる部分もあり、これもみじついてるやつはどこの鶏？これ名古屋コーチン、名古屋コーチン。こんな形のやつを二分割、なるほどなるほど、そういうことですね。これが、スープになる材料です。これで何リットルぐらいの水でやるんですか？材料10キロに対して、はい、水が13リットル、13リットル、それがこれですね。それこれですね。昨日の11時から炊いて、はい、約2時間かけて80度まで持っていきます。はいはい80度ね、はい、でそこからまた1時間かけて、約98度ぐらいまで持っていきます。細かい。はい、そこからまた2時間。2時間。はい。で100度にして、それをキープして、帰るときに、蓋を閉めて、まあ、特殊な方法で保温します。はいはい、はい、朝来ると約80度。なるほど。で、まあ、夜の間も炊いてるというような状況。日分けしてるけど、保温されて炊いてるという状況になります。これの、はい、上に浮いてる鶏の油の、はい、いわゆる鶏油ですね。鶏油、はい。この上澄みをこういう形で取っていきます。取ってこれ何ラーメンで使ってるんですか、この鶏油？この上澄みの鶏油は当然ラーメンに使うんですけども、はい、うちは使いません。そうですよね、普通の店に使いますよね。こんだけいい油出てんねんこれ廃棄処分します。こういう形でこまめに、鶏の上澄みの油を、取っていきます。こういう形で、もらえるようにその透明に近いようなもの。はいはいはい、めっちゃ澄んでますもんね。これなぜかというと低温で調理するので、普通はだいたい100度で3時間ぐらい調理しますけど、うちの場合は低温でだいたい80から95度で21時間。すごいな。でこれを営業前にこすんすか？これこしません。普通のラーメン屋さんは、中のものを取って、スープだけを適して冷やして次の日使いますけど、うちの場合これを入れます。中にそれを入れる。これを入れて、ここからスープを取り出す。ああ、なるほどなるほど。こういう形ね。はいはいはい。これどこの油なんですか？鶏油の。これはその鶏のお腹の中の腹油いうで、腹油、お腹の中に入ってる油を、取ったものです。これは近江黒鶏、近江シャモと黒鶏の油をブレンドしたものです。でこれを鍋に入れて、溶かしたものがこれになります。なるほど。だいぶ香り違いますやっぱり。油で決まります。油で決まる。ラーメンは油で決まります。はい。ほとんどがスープと思ってるけど油で最後決まります。いつも何 cc 入れてるんですか？これ 20cc。20cc。スープ何 cc なんですか？スープ 300cc。海士は？海士は 25cc。25cc。結構ほんなら。でも鶏油って東京の人とかめっちゃ入れますもんね。20cc プラス最後の仕上げに 5cc 入れます。25cc。あ、最後にまたかけるんですか？またかけます。最後にかける理由って何かあるんですか？香りですね。やっぱり最後に入れた方が香りが立ちやすい。これほんまこのままここに入れて3時間そのままです。これ IH なんで、低温の温度管理できるので、低い温度で、160度で約3時間。じっくり。高温でいくと焦げるんで、ここに行き着いた。やっぱりね、臭いんですよ。臭いんですよ。雑味がある。これも完全にもう雑味がなくてクリアなんで、ブランドの丸鶏、ブランドの油ですからね、クリアな雑味のないスープになりますね。めっちゃお金かかってますね。ここにかかってますね。結構しますもんね、地鶏。
これは煮干しスープです。煮干しだけ。これとこの丸鶏のスープと丸鶏のスープと煮干しのスープを合わせたものですね。あ、もう合わせるの。まあ合わせてます。何対何ぐらいで合わせる？それが1の煮干しが2ですね。煮干しに。これも低温で80度で30分キープ。それで仕上がります。前日から水出しとかするんですか？当然前日から水出し。水出しして14時間は水出します最低ね。14時間。煮干しはちなみにいぶきの煮干しです。いぶきの煮干し。で煮干しの時の油は鶏油。鋭い質問ですね。すいません。煮干し油っていう。煮干し油。おお。うん。煮干しを砕いて、砕いて粉々にしてその油で、これも低温で。低温で。はい。これ約1時間ほど。1時間。1日置くと大豆が沈んで、上澄みが浮くんで、その上澄みのやつだけ取ります。上澄みだけ。低温調理みたいな結構こだわってスープ全部。ほぼうちのスープに関してものに関しても低温調理ですね。どこで得た情報なんですか？まあこれはもう独学ですね。独学で。これ返し。これ煮干しの返しです。あ、煮干し。あ、まだ煮干しと中。もう全く違います。全く違います。これ煮干しの返しです。これ煮干し。ほぼ中身は煮干しです。煮干し。はい。ほぼ中身は煮干しです。醤油に煮干し入れて。醤油に煮干しを入れて、これもやっぱ低温で。ああ、すごい全部低温。これも低温で。あ、ほんまや。蒸し系が結構。約2時間ぐらい。2時間。もう 20cc。20cc ですねこれ最大の特徴は返しにこの砂糖とかみりんとか甘いもの入ってない。あ、そうなんですか。どうやって甘み出してるんですか？煮干しから煮干しだけの。から甘みが出る。それだけ。返しの中で砂糖みりん先入ってないのはうちぐらいでしょ。ねえ。うちは入ってます。どこでも入ってます。ねえ。醤油はちなみに醤油の回収っていい醤油を使ってるとか。ちょっと持ってきますね。醤油いいんですか？で、醤油はその島根県の塩麹も若干入ってるらしい。麹工房みたいなね。それとそのブランドはないんですけど、京都産の生醤油、この2つをメインに使ってますね。かなりコクはあります。とろみが結構いいんですか？こんな教えてもらって。結構生半可の醤油じゃないです。甘みありますね。コクがある。刺身に合います。刺身に合う。冷ややっこにも合います。美味しいこれ。こっちの生醤油は？これは普通の生の醤油。京都の。でこれ生の醤油なんで1回開けてもらうとちょっとまた風味が立ってます。これ開けれません。これは開けれない。一回その返し作る時に使うんで、これは基本的にこの2つをブレンドしてブレンドしてます。いいもんばっかり使ってる。ブランドの鶏、ブランドの油、ブランドのその醤油。この3つのバランスがやっぱり高級ラーメンになるからと思うよね。原価的にどうなんですか？かなり高いですね。ですよね。まあできたらいっぱい1200円ぐらい欲しい。1200円払ってください。1200円。1000円の壁があるんで、なかなかね。今いくらでした？ 880円。安い。税込みですよね。税抜きで800円。安すぎる。麺は自家製で。自家製麺ですね。麺何グラム入ってるんですか？145グラム。145。あとチャーシューを。チルド。チャーシューに関してはそのとんかつで使うこの断面見てもらうと分かると思うんですけど、ロースの肉を使います。とんかつで使うロースの肉。もち豚の生の肉を使います。最大の特徴はやっぱりその買ったロースに比べたら脂身が柔らかいんで、これが最大の特徴ですね。元焼肉屋さんです。そうこれを3分割に切ってジップロックに入れて真空調理します。タレ入れて
入れずに62度で8時間。うわすごいな。まためちゃめちゃ時間かかってますね。これ1200円取りましょう。ラーメン1200円ぐらいなあかんわ。すごいいいんですか、こんな教えてもらって。ああ、いや誘導尋問上手やんか。いや最初聞いたら何でも教えてくれんねんって教えてくれたという無限の特徴というとやっぱりその骨を使わない、柄を使わない、肉でスープを作るという、これが最大の特徴です。その柄も入れてた時もあったんでしょう。今は入れてないよね。昔入れてごく最近ね、ちょっと高級な柄が入ったんで2ヶ月ぐらい前に柄を入れてやったけど、これ雑味が出る。柄入れただけで。入れただけで雑味。へえ、そうなんですね。やっぱ骨から出るスープと肉から出るスープは全く違うんだ。あ、そういうことか。肉で炊く。肉で作るという。なるほど。麺は基本だから1種類で今やられてるんですね。そうね。切り刃何番なんですか。18番の切り刃で加水どれぐらいですか。 38%。 38。小麦粉が、カナダのプライムハードとプライムハード入って長野県の小麦粉とこの2つをねブレンドしたもの。ブレンドして18番の切り刃で18番。茹で時間大体これで何分ぐらい。1分10秒。1分10秒。でオープン約1時間前に前に麺を出して常温に戻す。そう常温になじませるという。なじませる。はい。それなんでなんですか。まあ急激に冷たいやつが火入れるよりも若干常温に戻した方がはい火が入りやすい。はい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 。400ちゃうな。湯入れんのに。で持ったらちゃうんでわかんねん。重さがちゃうから冷蔵の400。ないですか。いい感じじゃないですか。悩ましい。自分の店やから売り上げ上げやな。ああ、そうで、行くのほら、3号店は。主婦、ごめんなさいね。よいしょ。そうそうそう。ありがとうございました。いえいえ、すみませんね。すみません、ありがとうございました。いろいろ教えてもらって。いえいえ。また何かあったらいろいろ教えてね。いや、全然。はい、ということで無限の岡田さんいろいろ教えていただいてありがとうございました。で、醤油の答え合わせです。なんと岡田さんが返しに使っているのはこちら、島根県の源という醤油ですね。はい、早速うちもこれサンプル取らせてもらって新しいメニューの中華そばを今開発中で考えております。すごい醤油がね本当に美味しいんで、ぜひ皆さんもお試ししてみてください。はい。と、あと、これでミシュランが2店舗、わだちと無限さんに行かせてもらったんですけど、次回はジャンクストーリーに取材に行く予定になってます。で、皆さんが大阪のジャンクストーリーに聞きたいこと、ジャンクストーリーに行ったらこれだけは取ってきてほしいっていうのがありましたら、ぜひコメント欄にコメントの方よろしくお願いします。では、See you!